こんにちは、ゆかです。今日は、私が今滞在している、ゲストハウスというかホテルのですね、ヨガホールの前で撮影してるんですけれども、雨季だっていうことでリシュケーシュがちょっとどんよりとしてた空模様になっております。なんか12星座の落とし穴シリーズっていうのを前回日本に行く前まで撮ってまして、土の星座と風の星座まで撮り終わってたところで日本に行っちゃって、あまりにも日本の生活が忙しかったのでちょうどその続きをとりあえず、いよいよですね続きを撮ろうと思いまして、今ちょうどリシュケーションに来て1週間今日ぐらいだったのかな、ちょっと気持ちもなんとなく落ち着いてきたので、再開しようと思うんですけど、ちょうど蟹座さんのねシーズンなので、蟹座さん、水の星座の蟹座さんからスタートしていきたいなと思うんですけど、蟹座さんは6月の、22日頃から7月22日頃、毎年違うっても言われてるそうなんですけど、だいたい6月後半から7月後半ぐらいまでの、星座さんで、月が支配星で、月っていうとやっぱり感情とか無意識とか、なんかちょっとインドっぽい音がするね、ブルーとかね大丈夫かな、そう、母性とか安全とか、すごくそういう感情的な部分をちゃんと守ってくれるような星座さんなんですね。だから蟹座さんの人はそのコミュニティ内とか、その限られたスペースの中でなんていうんだろう、育てたりする力っていうのがすごい強いって言われていたり、あとやっぱりコミュニケーション能力がすごく高い人とかもすごく多い星座さんで、なんか私も蟹座さん見るとすごくいいなって思えるところがすごくいっぱいある星座さんなんですけれども、今日は落とし穴っていうところにフォーカスしてお話をさせていただくっていうことなんですけど、蟹座さんっていうのは基本的になんていうのかな、例えば私はサイキックヒーラーっていう、ちょっとシャーマニックヒーラーということで、過去星とかを見た時に結構グループでやっぱり活動してるグループにいるっていうことが多いんですよね。だから守られてるその仲間意識っていうのがすごく強くて、自分の中の仲間にだと心を開けるっていうか、自分と同じ部族とか同じ家族とか同じ仲間であるっていうところでは心が安心して仲間意識だっていうふうに思うことができるんだけれども、外になってるとちょっと自分とは違う人なんだなってすごく認識しちゃうというか、自分とは違うグループの人たちだなとか、自分とは違う部族の人たちだなっていう感じで、極端にやっぱり蟹座っていうとその甲羅があるじゃないですか。だから怖くなっちゃうっていうのかな、自分と違う部族とか自分と違う人たちだな、毛色の人たちだなって分かると、なんかもうなんていうのかな、本当に恐怖って言っちゃうとなんですけど、なんかフリーズするっていうか、ちょっともうあんまりコミュニケーション取りたくないし、強く言っちゃえば怖いなって思っちゃったり、なんか自分をオープンにしていいのかなっていう、ちょっと、警戒しちゃったりとか、そういう気持ち、分離の気持ちっていうのかながちょっと出やすくなっちゃうんですね。でもそれに反してすっごくコミュニケーション能力も高い部分もある。自分のグループだったらすごいもうみんなに平等に接することができるっていうような人たちなんですね。なんだけどその蟹座さんの目的っていうのはやっぱり自分たちのコミュニティだけじゃなくて、もっとやっぱりワンネスに行きましょうねっていうテーマ性を持ってて、
やっぱり、人類全体って言っちゃうと、人類全体に心を開けってかなり大きい話だけど、そのみんなに対して心を開くってどういうことなんだろうって、その恐れコーラを緩めてっていうか、どう心を開いていくのか、どうみんなに対してこう母性を持っていくのか、安心感を持ってみんなのを育てていけるのかっていうのはすごく大きなテーマなんですよね。でもちろんさ、見たことがないようなトライブっていうか部族の人たちに対して怖いって思うのはね、人間だし当たり前ですよね。正直なところで言うと当たり前なんだけど、でもいろんな人がいますし、私も海外生活もしてて背景が違う人、やっぱりいろんな国から来てる考え方がもう全く違うんですよね。例えばインド人とか割り込みどんどんするんだけど、なんでかっていうと、あまりにも人口も多いし、こう自分が前に出ていかないと欲しいものが得れない。日本人みたいに遠慮してこう後ろに下がったら何も得れないから、前にこうグイグイ出ていかないといけないから割り込みもどんどんするし、例えば今ホテルに行って隣の人がめちゃくちゃうるさくて、夜中の2時ぐらいなのにすごい歌ったりとかしてて、ちょっとうるさいんですけどとかって言いに行ったりして、で日本人だったらもう考えられないじゃないですか。夜中にも隣の人に近所迷惑とか隣の人の迷惑になるから絶対そんな叫んだりとかしないじゃないですか、深夜に。だけどインドだったらそれを叫んでくるっていうか、でも彼らは悪気がってるわけじゃなくて、やっぱりその自分として出ていかないと、この人口とこの人たちにこうどんどん抑え込まれちゃうから、だからとにかく主張していかないといけないわけですよね。だからそうしてるってわけで、だから自分と違うグループの人、日本も今いろんな外国人がいるって聞きますけど、どういう背景でそうなったのかっていうのを考えてみると、だんだん心も開いてきたり、その違うグループだからって排除しないで済む。じゃあその人たちに対してどういうふうな姿勢でいるのがいいことなのかとか、やっぱりそのカニ座さんっていうのは母性がすごく強いので、みんなのことみんなの成長を望んでるし、やっぱり愛情をみんなに対してかけてあげたいっていう気持ちがすごく強いんですよね。そしてコミュニケーションを取っていってあげたいし、心を開いてあげたいっていう気持ちがすごく強いので、ちょっとそこは毛嫌いせずって言ったらあれなんですけど、自分はちょっと見たことがないから壁を作るんじゃなくて、ちょっと彼らには彼らの背景があるのかもしれないなっていう感じで心を開いてあげると、すごく限られたコミュニティだけじゃなくて、大きいコミュニティっていうか大きい、ワンネスっていうような規模のものに対して自分が開かれていくし、自分の開きたい母性っていう風にオープンになっていけると思うので、もしね、そこまでできそうなね、カニ座さんはね、ぜひ、そうしていただきたいなというふうに思いますね。そしてですね、一応この12星座の落とし穴シリーズは今水の星座ということでちょっと再開したので、さそり座さんと魚座さんと続いて今度は火の星座さんに、移っていこうと思いますので、ぜひ最後までご覧ください。あと一応その太陽星座が、カニ座さんじゃなかったとしても、月とか違う星座さんだったとしてもちょっと当てはまることがあったり、あとはお友達とかですよね。どうしてそういう風な態度というかなんだろうなとか、お友達とか旦那さんとかね、そういうのに疑問を持ったりするとそのヒントになるかもしれないので、いろんな星座さんもぜひ見ていただけたらと思います。ではありがとうございました。ゆうかでした。